ちは、なぎこです。今ですね、扁桃腺をやられておりまして、いつも以上に声が聞き取りづらいかと思うのですが、ご了承ください。前々回の動画で、次何を編もうかとすでに考えていて、毛糸を買ったよという話をちらりと最後にしたと思うんですが、無事届きましてですね、もうすでに、編み始めております。はい、というわけで今回はこのメルティングシャツっていうパターンを購入しまして、これを編んでいます。グレーレベルニッターさんだったかなっていう韓国の方が作られたパターンです。で、もともとはこういうちょっと毛足の長いシルクモヘアを2本取りにして編むというパターンになってるんですが、今回は、春夏向けのものを編みたかったので、私は同じような太さの、ニッティングフォーオリーブ、デンマークからやってきたこの毛糸を使って編み始めております。この糸を選んだ理由はいろいろあるんですが、まず、春夏向けの素材で暑い時期でも快適に過ごせる素材が良かったということで、そうなるとリネンかコットンかシルクかとかになってくると思うんですが、リネンとかコットンだとウールに比べるとだいぶ糸自体の重さが重くなっちゃうんですよね。これちょっとふわっとしてると思うんですけど、印象が。こういうオーバーサイズのものを編んだ時に、こう肩から袖がドレープしたりとかするような、落ち感がすごい出るシルエットになるだろうなと思いまして、そこまであんまりドレープ性を生かした感じにしたくないなっていうのもあって、なるべく糸が軽いものを探したら、これぐらいしかなかったんですよね。で、なおかつこれは、ピュアシルクってことで、シルク 100% でですね、結構珍しいと思うんですけど、見たいなって思っていた、雰囲気にも近かったんです。なのでこれを選びました。ですが、これ日本で全然売ってなくてですね、もうしょうがないから、個人輸入をしました。デンマークから届いております。今回はこのね、キット、プッティ、どっちなんだ色名。ちょっとグレージュっぽいカラーで、このメルティングシャツを編んでいこうと思っておりまして、まずこれ14玉買いました。あと、色違いで、これはまた別のものを編もうと思いまして、せっかくだから一緒に買っちゃえってことで、この黒系のコールっていう色も3つ買いました。はい、これもなかなかいい色ですよね。チャコールグレーまではグレーがかってないんだけど、真っ黒っていうよりはチャコールグレーっていう感じの色です。さすが北欧の色出しは洒落てますね。でだ、この糸ですね、かなりシルクというにはなかなかこう素朴な風合いの糸なんですよね。シルクってツルツルしてるイメージあると思うんですけど、かなり粗な感じというか、ムラがあって、ニュアンスのある糸なんですけど、これね、このニッティングフォーオリーブっていうブランド自体が環境とか動物とかそういったものに配慮したものづくりをするということで、シルクってシルクの繭があって、蚕がその中で育っている中で、蚕がいらっしゃる時の一番いい状態のシルクをですね、繭からどんどん取っていっちゃうんですよね。このシルクは蚕が繭の中で育ってちゃんと蝶というか蛾になって出ていった後の繭から作った
糸らしいです。なので眉を破って蚕が中から出てきて外に飛び立っていくので、繊維が短くなっちゃうわけですね、どうしても。なのでこういった短い繊維を使っているから、こういうちょっと風合いのある素朴な糸に仕上がっているみたいです。ちなみにこの一玉ですね、ユーロで 7.8 ユーロなんですけど、今もう本当に日本は円が弱いので、なんと一玉1400円ぐらいするっていう、なかなかですよね。辛い。結構量も買ったので関税もかかりましたが、いい糸が手に入れられて満足はしております。で、次にこのゲージを測るためのスワッチを編みました。可愛くないですか？これ一回編んで洗濯というかちょっと洗って水通しして乾かした状態なんですけど、いい感じですよね。フィンガリングっていう太さのかなり細い糸なので、今回は2本取りをですねして編んでおります。2本を1本にして編むっていう感じですね。このスワッチを編んで10センチ角に何目何段編み目が入るかっていうのを測って、元のパターンとずれてないかを確認するんですが、最初 3.75mm の針で編んだらちょっと大きかったので、最終的には 3.5mm の針で今編んでいます。私横着物なので 3.5mm のスワッチはこれしか編んでないんですけど、順調に編み進めておりますね。先週末めっちゃこれずっと編んでたんですけど、これ今後ろのここが首ぐりで肩で、今後ろ身ごろのヨークの下の部分を編み進めている感じです。袖ぐりのカーブもできてきてるっていう形です。この間編んだセーターより細いので編むのには時間がかかりそうだし、だいぶ複雑だなという印象ですが、粛々と編み進めていきたいと思います。もしかしたら編んでる途中で季節が進んで暑くなってきちゃったりしたら、長袖で作る予定を半袖にするのもありかななんて思っています。はい、ちょっと皆さん見てください。じゃーん。Xiaomi 15なのですが、バッキバキに背面が割れてしまいました。ショック。昨日、一昨日か、ここのアトリエに Xiaomi 15忘れて帰ってしまって、多分、ここか、棚の上に多分ね、置いたんですよ。で、忘れて帰って、次の日、ここに来たら、このざまになってました。しかも床に落ちてたので、多分なんですけど、朝のアラームの振動で、徐々に滑っていって床に落下し、ロボット掃除機に襲撃を受けたのでこんなバキバキになったんじゃないかなと思ってます。この感じもかっこいい。かっこいいっちゃかっこいいんですけど、ちょっとやっぱ危ないので修理に出したいと思います。で、シャオミの足立さんが教えてくださって、秋葉原に最近できたシャオミのサービスセンターに行くと部品さえあればすぐ直してくださるみたいなので、今日はこの後行ってこようと思います。というわけでこの後はショッキングなこの Xiaomi 15の修理を出しつつ、いろいろ行かなければならない場所があるので、久しぶりにこの DJI Osmo Pocket 3でVlog を撮ってみようと思います。この間
オズンポケット4がアナウンスされたばっかだと思うんですけど、買い替えるかは迷ってます。全然これで満足はできてしまっているので。とはいえもう、オズポケ3はもう発売日に買って、速攻掃除行ったスペインの旅行に持ってったので何年だ ?3 年ぐらいもう使ってますね。一度も壊れていない。こんなに雑なのに。というわけで、このオズポケ3で久しぶりに Vlog を撮ってみようと思います。動画じゃない写真用のカメラは、Leica M3 と Xiaomi 17 Ultra by Leica ライズフォンです。すごいな。寄れるんですね、読めます。これを読めます。開放してなかった。すごいですね。すごいぞ。すごい。これちなみにいつぐらいのカメラなんですか？1972年ぐらいからです。ライカの中でも作ってた期間でかなり短い。いや、初めて見た。カートリッジをパチッて入れていただいて、あとは使うフレームの数で変わるんですけど、18コマにした時に3分20秒だったかな。フレーム何個まで送るかで取れる時間って変わってくるので、なるほどね。どのぐらい送るかってことか。そうですね。はい。すごい。今録画中ってことですよね。はい。すごい。あれで映画を撮りたいって思ってるんで。映画撮ってほしい。というわけで今日は最初はライカ表参道店で以前 YouTube でもご紹介したアルコのイベントがあったのでちょっと遊びに行ってきました。で結局動画をほとんどこのライツフォンで撮ってしまったんですがどうでしたでしょうか。今後もなんかライカの表参道店でもコーヒーイベントいろいろやるみたいなのでまた私もお邪魔したいし協力したいなと思います。なんかやりたいですね。修理出してきました。今5時前なんですけどリアカバーの修理だけなら1時間ぐらいで仕上がるそうです。おーすごい治ってる。というわけでバッチリ治りました。感謝感謝。基本はもうどんな修理でも当日直してくれるらしいです。修理代は背面のカバーだけの交換だったら1万ちょい
でした。ありがとうございました。今日はさらにここからまた電車で移動します。しかし秋葉原は本当に人が多い。私以外でストーングレー持ってる人初めて見ました。